皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。おい、翔平、見たぞ。あの19号ホームラン。あれは本当に反則球だった。そんな一言から、この日の物語は始まりました。あの打球を見た瞬間、思わず立ち上がったよ。正直、興奮しすぎて顔を忘れそうになった。周囲にいた人たちも、ただ笑うしかありませんでした。しかし、その場にいた誰もが理解していました。この日は、ただのホームランでは終わらない。その一撃は、スタジアム全体の空気を変え、MLB の歴史に新たなページを書き加える始まりだったのです。舞台は、超満員となったドジャー、スタジアム、ロサンゼルス、ドジャース対コロラド、ロッキーズ、試合前からすべての視線は、一人の男へ集中していました。もちろん、その主役は大谷翔平、故障への不安、右腕の違和感、左膝のコンディション、ここ数試合、思うような結果を残せず、少し疲れが見えるのではないか、と心配する声も少なくありませんでした。しかし、本物のスーパースターとは、そんな雑音すら自分の力へ変えてしまう存在なのです。そして迎えた3回、ドジャースは1点を追う苦しい展開。西二塁、球場全体が静まり返る中、打席へ向かう大谷翔平。その一歩一歩に、スタンドからは自然と大きな拍手が湧き起こります。誰もが願っていました。ここで決めてくれ。この試合を変えてくれ。そんな期待が球場中を包み込んでいました。対するマウンドにはロッキーズのカエル、フリーランド、経験豊富な左腕は深呼吸を一つ、慎重にサインを確認します。しかし、その表情にはどこか緊張が見え隠れしていました。相手は、たった一球で流れをひっくり返してしまう男。一瞬の甘さが命取りになることを、誰よりも理解していたのです。そして、運命の初球、真ん中付近へ入ってきたカットボール。その瞬間でした。大谷翔平の身体が、まるで弓のようにしなり、一気にバットが振り抜かれます。入った。そう叫んだファンもいれば、行ったぞ、と立ち上がる実況席。次の瞬間、球場全体が大爆発。打球速度、およそ170キロ。信じられない速度で舞い上がった白球は、ぐんぐんと伸び続けます。左翼手は一歩も動けない。ただ見上げることしかできません。スタンドのファンは総立ち。誰もが打球を目で追いながら息を飲みます。そして、左翼スタンドへ一直線。豪快な着弾。ドジャー。スタジアムが地鳴りのような歓声に包まれました。なんという一撃だ。ありえない一人です。実況アナウンサーの絶叫は歓声にかき消されるほど。観客は抱き合い。子供たちは飛び跳ね。年配のファンは涙ぐみながら拍手を送り続けます。まさに、球場全体が一つになった瞬間でした。この一発は、大谷翔平にとって6試合ぶりとなる第19号逆転ツーラン。さらに32歳となって初めて放つ記念すべきホームランでもありました。苦しんだからこそ、この一本の価値は計り知れません。しかし、本当に驚くべき数字はまだありました。このホームランでメジャー通算299本塁打。あと一歩、あと一本で、夢の300本塁打へ到達するのです。スタンドでは、SHOHEI、SHOHEI の大合唱。その声援は何度も何度も球場を揺らしました。実況席からも思わず笑いながら、今日ここへ来たファンは、この瞬間を見るためにチケットを買ったと言っても過言ではありません。そんなコメントまで飛び出します。それほどまでに、このホームランには特別な価値がありました。右腕の不安、左膝への負担、決して万全ではないコンディション。それでも結果を出してしまう。いや、プレッシャーが大きくなればなるほど、本来の力以上を見せてしまう。それが大谷翔平という選手なのです。しかし、この日の勝力はまだ始まりに過ぎませんでした。この19号ホームランを目の当たりにした MLB レジェンドたちは、次々と驚きのコメントを発表。その先陣を切ったのは、通算541本塁打を誇る伝説の強打者、デビッド・オルティス。彼がラジオ番組で口にした第一声が、全米を大きくざわつかせることになるのです。一体オルティスは、この一撃をどのように語ったのでしょうか。そして、その言葉にスタジオが騒然となる理由とは、試合終了後も、ドジャー、スタジアムの興奮は全く冷めていませんでした。スタンドを後にするファンの誰もが、先ほどの一撃について語り合っています。あんなホームラン、
せいで見られるなんて信じられない。打った瞬間に入ると分かった。300号まで、あと1本だぞ。その話題で球場中が持ちきりになる中、真っ先に反応を示した人物がいました。MLB 通算541本塁打を誇るレジェンド、デビッド・オルティスです。アメリカの人気ラジオ番組へ出演したオルティスは、マイクの前へ座るなり興奮を隠せませんでした。イエーイ、翔平、ついに19号だ。開口一番、スタジオ中が笑顔になるほど大きな声。しかし、その表情はすぐ真剣なものへ変わります。俺は今日、絶対に打つと思っていた。でも正直、あそこまで完璧なホームランになるとは想像していなかった。その言葉だけで、スタジオの空気が一変します。司会者が静かに問いかけました。打者として、あのホームランをどう見ましたか？するとオルティスは迷うことなく答えます。正直に言おう。鳥肌が立った。打球がどんどん伸びていくのを見て、思わず、行き過ぎだろう、って叫んじまったよ。スタジオには笑いが起こりましたが、その目は本気でした。しかも一死でもなく、西二塁で1点を追う場面だ。普通なら慎重になる。それなのに初球を、あそこまで完璧に仕留める。これは偶然なんかじゃない。準備が完璧だった証拠なんだ。その一言に、司会者もうなずきます。確かに、大谷翔平は初球から一切迷いがありませんでした。狙いすましたようなスイング。芯を食った打球。打った瞬間に確信できる放物線。あれほど完成された一打は、そう何度も見られるものではありません。さらに司会者は話題を変えます。右腕や左膝の状態が心配されていましたが、その点はいかがでしょう？オルティスは少し笑いながら首を振りました。普通の選手なら数字が落ちる。痛みがあればフォームも崩れる。でも翔平は違う。見ていて思った。あいつは痛みさえ、自分の力へ変えてしまう男なんだ。スタジオは静まり返りました。レジェンドだからこそわかる。本物だけが持つ強さ。その言葉には大きな説得力がありました。そして話題は、誰もが待ち望んでいる数字へ。メジャー通算300本塁打。あと一歩。歴史的な大台が目前に迫っています。司会者が問いかけます。300本塁打という数字には、どれほどの価値がありますか？オルティスは少し間を置き、ゆっくりと言葉を選びました。簡単そうに聞こえるかもしれない。でもな、300本という数字は、毎年結果を出し続けた者だけが届く世界なんだ。あの緊張感は、今でも忘れられない。さらに彼は続けます。しかも翔平は投手もやっている。こんなのは野球の歴史を見渡しても前例がない。二刀流で300本塁打。その響きだけでも異常なんだよ。スタジオの出演者たちは思わず顔を見合わせました。誰も反論できません。大谷翔平が歩んでいる道は、これまで誰一人として経験したことのない世界がかです。しかし、オルティスの興奮はそれだけでは終わりませんでした。司会者が2024年の50本塁打、50盗塁について話を振ると、彼の表情はさらに熱を帯びます。あの日は一生を忘れない。マーリンズ戦をテレビで見ていた。50号が飛び出した瞬間、俺はソファから飛び上がった。家族全員で抱き合って喜んだんだ。その光景を思い出したのか、オルティスは笑顔になります。そして最後には51本塁打、51盗塁。正直、現実とは思えなかった。野球というスポーツの限界を、一人で塗り替えた瞬間だった。その言葉にスタジオから自然と拍手が起こります。さらに彼は、日本人選手についても熱く語り始めました。イチローが道を切り開いた。松井秀喜が世界一の舞台で MVP になった。そして今、その頂点に立っているのが翔平なんだ。この流れを知っている人間なら、今がどれだけ特別な時代かわかるはずだ。しかし、ここで司会者がもう一月になる質問を投げかけます。昨年のワールドシリーズでの山本由伸投手については、どう感じましたか？その瞬間、オルティスの表情が再び真剣なものへ変わります。そして次に語られた一言が、スタジオ全員を驚かせることになるのです。山本由伸のあの投球は、本当に震えたよ。スタジオが静まり返る中、デビッド・オルティスはゆっくりと言葉を続けました。ワールドシリーズという、野球選手なら誰もが夢見る舞台で、あれだけ冷静に腕を振れる投手はそうはいない。一球一球に迷いがなく、自分のリズムを最後まで崩さなかった。解説をしながら思わず鳥肌が立ったよ。その声には、
レジェンドだからこそわかる本物への敬意が込められていました。今や日本人選手が世界一の舞台で主役を務める時代になった。それを改めて実感した瞬間だったよ。スタジオでは誰も言葉を挟めません。その余韻が残る中、司会者は最後の質問を投げかけます。改めて、大谷翔平という選手はドジャースにとってどんな存在なのでしょうか。オルティスは迷わず答えました。あいつは、このチームの心臓だ。その一言だけで十分でした。しかし彼はさらに続けます。フレディ、フリーマンも、ムーキー、レッツも間違いなく最高の選手だ。でもノッカールーム全体の空気を作っているのは翔平なんだ。試合前も、試合中も、試合後も、あいつが結果を出し続けるから、チームメイト全員が前を抜ける。プロ意識も、人間性も、本当に別格なんだ。スタジオには深くうなずく出演者たちの姿がありました。さらに司会者は尋ねます。野球界全体で見たとき、大谷翔平はどんな存在ですか？オルティスは笑いながら首を振ります。俺は今まで何人ものスーパースターを見てきた。でも翔平だけは違う。打てる。投げられる。走れる。しかも人格まで素晴らしい。こんな選手は、これから100年経っても簡単には現れない。その言葉は瞬く間に全米へ広がり、多くのファンの胸を熱くしました。そして最後に、彼はこう締めくくります。まずは300本塁打だ。それは間違いなく達成する。そして10勝30本塁打をやれば、また MVP だ。だからロバーツ監督には一つだけお願いしたい。無理だけはさせないでほしい。翔平というエンジンは特別なんだから。俺はこれからも、あいつの野球人生を見届けたい。熱いコメントを終えると、スタジオは大きな拍手に包まれました。しかし、これで終わりではありません。この19号ホームランは、さらに別のレジェンドたちの心まで大きく揺さぶっていたのです。続いて登場したのは、ニューヨーク、ヤンキースの象徴として数々の伝説を築いた男、デレク、ジーター、キャプテンとして数えきれないほどの大舞台を経験した彼は、地元スポーツ番組で開口一番こう語りました。見ていてすぐ分かった。あのホームランは、ただのツーランじゃない。チーム全体の空気を一瞬で変えるホームランだった。司会者は思わず身を乗り出します。どういう意味でしょうか？ジーターは穏やかに笑いました。俺は長い間、ベンチでチーム全体を見続けてきた。だからわかるんだ。こういう一発が出た瞬間、ベンチの温度が一気に変わる。さっきまで疲れた顔をしていた選手が笑顔になる。沈んでいた空気が、一瞬で勢いに変わる。それこそが翔平の本当の価値なんだ。スタジオの全員が深くうなずきます。ホームランの価値は、得点だけではありません。チーム全体に自信を与え、勝利への流れを呼び込む。それこそが、本物のスターだけが持つ力なのです。司会者はさらに質問を重ねます。後ろを打つ打者には、どんな影響がありますか？ジーターは即答しました。ものすごく楽になる。相手投手は翔平を必要以上に警戒する。そうなれば、次の打者には自然とストライクが増える。俺の時代なら、細田や松井秀喜がそうだった。前に偉大な打者がいるだけで、打線全体が強くなるんだ。なるほど。と司会者がうなずいた。その次の瞬間、話題はさらに深い領域へと踏み込んでいきます。では逆に、マウンドに立つ投手は翔平と対戦するとき、どんな心理になるのでしょうか。その問いに対するジーターの答えは、多くの投手経験者たちも思わず共感する。あまりにもリアルなものだったのです。